こんにちは、ハーリーです。今日は東京で食べられる美味しい焼肉5選をご紹介します。皆さん、焼肉好きですか？僕は大好きです。特に毎月29日の肉の日はお肉が食べたくなりますよね。そこで今日の動画では11月21日にオープンした大人気の焼肉屋さんや東京で初めてのシュラスコレストラン日本一とも呼ばれる至高の焼肉など幅広い焼肉をご紹介します。今日の動画を見れば次に行きたい焼肉屋さんがきっと見つかるので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日ご紹介する5つのお店の場所はこちらになります。それでは早速参りましょう。1つ目の店は焼肉とどろき池袋店さんです。池袋駅西口から繁華街を抜けたところにあります。とどろきさんは11月21日にオープンした渋谷浅草で大人気の焼肉店です。浅草橋が本店で渋谷に2号店、ここ池袋が3号店ですね。店内は赤い椅子が目を引く明るく落ち着いた空間です。僕はオープン初日に行ったんですけど、お客さんは20代から50代の方が友人同士や会社メンバーで来ていました。メニューはこちらです。とどろきさんといえば名物厚切りタンとファイヤーステーキが有名なので、この2つは必ず頼みましょう。さあ、まずはビールで乾杯です。泡がちゃんときめ細かくて素晴らしいですね。とどろきさんのお料理はどれも外さない安定した美味しさです。焼肉屋さんってお肉はいいけどキムチやナムルが残念というお店ありますよね。そんな中、とどろきさんはキムチもナムルも安定した美味しさで提供してくれます。特にキムチは食べた瞬間は甘く、後から徐々に辛くなってくる奥深い味です。さあ、ここからがお肉たちのご紹介です。まずは名物の厚切りタンです。まるでマンゴーのようにカットされたタンは見た目から楽しめますね。こちらは店員さんが焼いて提供してくれます。このカットされていく姿を見るだけでもワクワク感が増してきますよね。肝心のお味はもっちもち食感と、まるでウインナーのようにお肉の中から旨味が溢れ出てきて、ものすごく美味しいです。もう一つの名物、本日のファイヤーステーキは、まずお肉を焼いた後にリンゴをつけた蒸留酒、つまりリンゴのブランデーを使ってフランベしてくれます。フランベとはブランデーやラム酒などアルコール度数の高いお酒をフライパンの中に入れて加熱することで、アルコールを飛ばして風味をつける調理法のことですね。このファイヤーしている瞬間はめちゃめちゃインスタ映えするので、皆さんもぜひカメラを構えてくださいね。肝心のお味もお肉本来のジューシーさにフランベされたリンゴの爽やかな甘酸っぱさが加わって、一味違う焼肉を楽しめます。厚切りタンとファイヤーステーキはとどろきさんならではなので、ぜひ頼んでほしいですね。他のお肉も正直感動というレベルではないんですけど、この価格にしてはかなりクオリティが高いです。強いて言うなら冷麺だけは僕の好みではなかったですね。牛骨のコムタンスープを使った白い冷麺というのは確かに斬新なんですけど、すっきりとしたい焼肉の最後にまた牛肉と胡椒のパンチを感じてしまうので、僕は普通のすっきりとした冷麺の方が好みだなと思いました。池袋西口は焼肉の大激戦区なんですけど、トップ争いに名前を連ねるお店が新たにまた誕生しましたね。ちなみにとどろきという名前は焼肉を世界へ轟かせるという思いを込めて名付けたみたいですよ。匂いもつきづらく、シーンとしては友人同士や仲のいいご夫婦で行くのがおすすめです。2つ目の店は
焼肉ホルモン牛ごろ銀座店さんです。銀座駅 B3 出口からすぐのところにあります。牛ごろさんは芸能人も通うおしゃれな焼肉屋さんです。5年連続ミシュラン一つ星を獲得している牛ごろさん系列の中でも、こちらのお店は比較的お手頃価格で楽しめるブランドですね。牛ごろさん系列だけあって、店内は落ち着いた明かりが灯す上品な空間です。オープン席の他に完全個室席もあるので、お子様連れや接待の方も安心ですね。お客さんは20代から40代の方がデートや友人同士、ファミリーなど幅広いシーンで来ています。メニューはこちらです。アラカルトもいいんですけど、牛ごろさんはコースが有名なので、迷ったらコースを頼みましょう。焼肉ホルモンという言葉が店名についているんですけど、ホルモンなしのコースもあるので、僕の奥さんのようにホルモンが苦手な人でも楽しめますよ。さあ、まずはビールで乾杯です。ちゃんと泡が生きていて、キリッとしたキレと喉越しが楽しめる点は、さすがは牛ごろさん系列ですね。今回は奥さんといってホルモンが苦手な人でも楽しめる牛ごろコースをいただきました。牛ごろさんのお料理はどれも安定して外さない美味しさです。ただお手頃価格のブランドだけあって、正直わかめスープまでは銀座でこの価格とこのおしゃれさだし、まあこのくらいの味かなというレベルでした。一方、焼きしゃぶ、とろけるロース、A5黒毛和牛のお肉はかなり質が良くて、お高い銀座で価格を抑えてこの美味しさを提供できるのはすごいと思いました。お肉の質だけでなく、このおしゃれな空間やお肉を美味しく食べる焼き方を書いてくれている点、食後に新しいおしぼりと温かいお茶を出してくれる点というハード面が揃っているのも牛ごろさんらしい安心感がありますね。接客も非常に丁寧なので、デートや接待で失敗できないから、とりあえず間違いない焼肉屋さんを教えてと言われたら、一番におすすめしたい総合力の高いお店ですよ。誰と言っても外さない安心感のある焼肉を食べたい時にぜひ行ってみてください。3つ目のお店はジンギスカン神の翡翠さんです。池袋駅西口から10分、C6出口からなら7分のところにあります。神の翡翠さんは北海道出身の店主が厳選する本当に美味しいジンギスカン屋さんです。店内はカウンターとテーブル席があるワイワイとした空間です。お客さんは30代から70代の方が2人から4人まで様々なシーンで来ています。メニューはこちらです。2人で行った場合は高橋セット、4人で行った場合はシュータセットを最初に頼みましょう。神の羊さんといえば希少部位である初元や喉肉も有名なので、セットを頼んだ後の追加でこちらも頼みましょうね。ちなみにセット名である高橋とシュータは常連さんの名前から取ったみたいですよ。さあ、まずはビールで乾杯です。北海道限定の札幌クラシックがここ池袋でキンキンに冷えたジョッキで飲めるのは嬉しいですよね。今回はいつも YouTube を見てくれている方からメッセージをいただいて4人で伺ったので、シュータセットをいただきました。神の羊さんのラム肉は冷凍することなく新鮮な生肉を使っているので、ラム肉本来の柔らかくあっさりとした味を楽しむことができます。癖がなく淡白な味なので無限に食べられる美味しいラム肉ですね。周りのお野菜もピーマンやかぼちゃ、人参などたくさんの種類が載っています。神の羊さんに来た時にぜひ頼んでほしいのが数量限定の喉肉と初元です。池袋には数多くのジンギスカン屋さんがあるんですけど、このレベルで美味しい希少部位も扱っているのは神の羊さんならではですよ。ちなみに池袋のジンギスカンといえば、前回の東京焼肉5選という動画でご紹介した3キュッパで食べ飲み放題が楽しめる楽太郎さんが圧倒的におすすめなんですけど、
量よりも質を重視する方なら神の羊さんの方がおすすめですよ。池袋で美味しいジンギスカンを食べたい時にぜひ行ってみてください。4つ目の店はバッカーナディマイスさんです。新橋駅からも歩ける銀座エリアにあります。バッカーナディマイスさんは東京で初めて開業したシュラスコレストランです。店内は明るく落ち着いた空間です。お客さんはデートで来ているカップルやグループで来ている会社員の方が多いです。コースもあるんですけど、シュラスコといえば食べ放題が有名なので、お腹を空かせて食べ放題を選びましょう。食べ放題を選ぶとお肉が来る前にビュッフェコーナーから好きなものを持ってくることができます。サラダやスープはもちろん、カレーやフルーツ、さらにはなんとチョコフォンデュまであって非常に種類が豊富ですね。ただビュッフェのクオリティは正直普通なので、準備運動くらいの量で抑えてお肉に備えるのがポイントですよ。さあ、ここからがお肉の紹介です。お肉は店員さんが席まで運んできてくれます。串に刺さった分厚いお肉を目の前でカットしてくれるパフォーマンスはシュラスコレストランならではの楽しみですよね。この日はお肉が12種類と焼きチーズやガーリックトースト、デザートはパイナップルと焼きバナナでした。バッカーナさんは元祖シュラスコレストランだからこそ徹底的にお肉の質にこだわるをモットーにしているので、お肉のクオリティが非常に高いです。ただお肉がかなりハイペースで運ばれてきて、全部食べると満腹になるので、自分の食べたいものを取捨選択していただくのがポイントですよ。僕のおすすめとしては、イチボ、ランプ、ミスジ、サーロイン、パイナップル、焼きバナナなので、この6つを基本として、あとは油が多いお肉を避けると最後まで美味しくいただくことができますよ。特にたくさんお肉を食べた後にいただくパイナップルは、油ぎっしゅになったお口の中を一気にすっきりとさせてくれます。焼くことで酸味が弱く甘みが強くなったパイナップルは、お肉のお店ながらも僕の一番の好みでしたよ。ちなみに平日ランチならシュラスコ食べ放題、ソフトドリンク飲み放題が3500円でいただけるので、お試し価格で食べてみたいという人は平日ランチを狙うのもおすすめです。がっつりたくさんお肉を食べたい時にぜひ行ってみてください。最後のお店は焼肉ジャンボ離れさんです。本郷三丁目駅から5分くらい歩いたところにあります。焼肉ジャンボさんは人生で一度は訪れたい日本一の焼肉屋とも呼ばれるお店です。店内はカウンターと個室席のあるモダンでカジュアルな空間です。お客さんは若者から大人まで幅広い年齢層の方がデートや友人同士、ファミリーなど幅広いシーンで来ています。メニューはこちらです。ジャンボさんはアラカルトでいただく人も多くて、アラカルトメニューの中ではハツ、タン、野原焼き、肉寿司、希少部位肉が有名です。事前予約でしか頼めないヒレ肉ご飯、石焼きユッケライス、ヒレカツは超有名な大人気メニューなので、気になる方は予約時に頼んでおきましょうね。ジャンボさんのお肉はそのどれもが非常に高いクオリティです。ユッケ風ぶつ切りローストビーフはもっちもちのローストビーフをまろやかな卵がいい感じにアシストしています。ハツはコリッとした食感でものすごく美味しいです。僕ハツはあんまり好きじゃないんですけど、ジャンボさんのハツは人生で一番美味しいと言える素晴らしいハツだったので、皆さんもぜひ頼んでみてほしいです。タンはロースターの上に置くとお肉が徐々に縮んでいく姿を楽しめます。舌だけでなく目でも楽しめるほど上質なんて、さすがはジャンボさんですよね。平日7時に行ったこの日は上タンが売り切れで通常のタンだったんですけど、それでももちっとした食感ですごく美味しかったです。固めの炊き上がりになったライスも上質なお肉によくマッチしていますね。
そしてこちらがジャンボさん名物の野原焼きです。こちらは店員さんが焼いてくれます。最近薄切りのサーロインを焼いて濃厚なタレ、卵にくぐらせる食べ方、よく見ますよね。実はその食べ方はここジャンボさんから始まったんです。野原焼きという名前は江戸川区にあるジャンボさん1号店の常連だった野原さんという方が、お肉に濃厚なタレ、卵をつけて食べたいとリクエストしたことから野原焼きという名前がついたみたいですよ。肉寿司も店員さんが焼いて提供してくれます。こちらはお茶で炊いた茶飯を使った肉寿司で、油の甘みと赤身の旨みのバランスが非常に良い友三角という部位を使っています。ひとたびお口に入れるとすっととろけていく至高の肉寿司ですね。そしてこちらが事前予約していたヒレご飯です。見てください、この美しい姿。ご飯から湧き出る湯気がめちゃめちゃ食欲をそそりますよね。こちらは店員さんが混ぜて提供してくれます。肝心のお味はしっとりジューシーなヒレ肉とその旨味をたっぷりと吸ったご飯がマッチしてめちゃめちゃ美味しいです。ご飯を炊く際にブイヨンを使うことで和の味わいの中にどこか欧風さを感じられる和洋折衷の味わいです。余った分はお持ち帰りして食べられるんですけど、翌朝食べても香りや美味しさに陰りがない至高の炊き込みご飯です。正直1万1000円というお値段を聞いた時は、それなら1万1000円の和食やフレンチ食べた方が良くないと思っていたんですけど、それを覆すほどの美味しさでした。これほど美味しいヒレご飯はジャンボさんならではなので、せっかく行ったからには必ず食べておきたいご飯ですよ。ジャンボさんは本郷や白金、江戸川区など東京に何店舗かあって、2番目にご紹介した牛五郎さんも東京の焼肉グループとしてすごく有名です。それぞれのおすすめシーンを挙げるとすれば、デートや接待など空間や接客を含めた総合力でおすすめの東京焼肉なら牛五郎グループさん、旅行で東京に行ったり友人や家族でひたすら美味しいお肉を食べたいならジャンボグループさんという使い分けが僕としてはおすすめですよ。人生で一度は行きたい焼肉屋さんにぜひ行ってみてください。今日は東京で食べられる美味しい焼肉5選をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は5つのお店をご紹介したので、僕の方で分かりやすいように表にまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、参考にしてもらえると嬉しいです。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。11月21日オープン、見た目やパフォーマンスも楽しめる渋谷浅草橋で大人気の焼肉屋さんなら焼肉とどろきさん。ミシュラン一つ星5年連続獲得グループが提供する誰と言っても外さない焼肉屋さんなら焼肉ホルモン牛五郎銀座店さん。北海道出身の店主が厳選する本当に美味しいジンギスカンなら神の羊さん。お肉の質にこだわる東京で初めてのシュラスコレストランならバッカーナディマイスさん。人生で一度は行っておきたい日本一の焼肉屋とも呼ばれる焼肉屋さんなら焼肉ジャンボ離れさんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。これからもおすすめのお店を上げていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。